皆さんこんにちは。結局1週間お待たせしてしまいましたが、今回の動画のテーマについて、経済的に中国依存度の高い銘柄、今年相場クラッシャーとなっている中国の経済状況あまりよろしくないということで、中国との関係性がズブズブの日本株銘柄は投資を避けたいということです。中国に対する依存度を計算するというのは正確には行えない統一されたデータというのはないんですけれども、前回の動画でご紹介したような明らかに依存度を低く見積もって出している銘柄、例えば伊藤忠商事を例に挙げましたけれども、その他に投資家の目を欺くような真の中国依存度が高い銘柄はないかというのをデータを使って分析していきたいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。まずは中国経済の減速が実際に投資の世界に影響しているという9月13日の記事をご紹介します。株式配分に劇的な変化、中国を悲観し、米株にシフト、バンクオブアメリカがファンドマネージャー200人以上に対してアンケートを取った調査結果ですね。回答したファンドマネージャーの運用総額は約90兆円ということで、かなりの規模を運用している運用のプロたちに見通しはどう考えていますかとアンケートしたところですね。まずファンドの資金に関して新興国市場から資金流出、そして米国に流れ込んでいるという状況。なぜかというとファンドマネージャーそれぞれが中国回避の傾向、これが強く見られるという考え方。近い将来の中国の経済成長、今年の2月の段階では 78% がさらなる経済成長を見込んでいたようですが、今回の調査では差し引き 0%、急反転となっています。つまりこのチャンネルだけではなく、世界の多くのファンドマネージャーが中国に対する投資というのを割合引き下げるべきと考えているわけですね。一方で日本株に関してはトピックスの海外売上比率というのが年々伸びている状況。10年前までは 30% 前後だったのが直近の23年3月期決算では 40% を超える水準と海外への依存度が高くなっている状況です。ただこれは海外に対する売上高の比率ということで中国に限ったものではありませんが、主に増えているのはアメリカ、中国に対する売上比率となっています。そんな中で株価推移を今年年初来でご覧いただきますと、中国関連の日本株銘柄、平均の株価推移は夏に入る頃あたりからパフォーマンスがかなり劣後する状況となっています。そんな中で中国に対する依存度、どのように計算していけばいいかということで、前回の動画ご紹介したのは三菱商事と伊藤忠商事の2社、それぞれ上側の円グラフは有価証券報告書、決算書類から示されている海外売上比率をグラフ化したものです。一方で下側のグラフに関しては、このチャンネル独自にサプライチェーンのデータを用いて海外への依存度を比較したものとなっています。そうすると左側三菱商事は似たような円グラフの形状が描ける。つまりサプライチェーンと決算書類、そこまで違和感がないということですけれども、右側の伊藤忠商事に関しては円グラフの形状が全然変わってくる。その要因となっているのが海外比率の不正確な計算方法ですね。下側の円グラフサプライチェーンのデータを用いて海外売上比率を算出してみると、アメリカに続いて中国が第2位の依存度となっているのがお分かりいただけます。これを隠しているということですね。ですので右側の銘柄のような投資家の目を欺く不届き銘柄、これに投資するのは避けましょうということで、前回の動画ではこの実証2社を用いてご説明するのが尺的にいっぱいいっぱいとなってしまいましたので、今回は他の業種、大型株を中心に同じように隠れた中国依存度の高い銘柄というのが存在しないかを探してみたいと思います。ということで、どのようなデータ分析を行っていくか、イメージ図をご覧いただきますと、まずは一番上の親会社ですね。日経平均構成銘柄の大企業たちで分析したいと思います。我々投資家が中国依存度を把握して株を買うか買わないか判断したい銘柄というのがこちら。当然日経平均構成の銘柄ですので日本の企業となります。そこからですね、サプライチェーンのデータを用いて第一階層取引先となっている企業の取引比率ですね。これが当然大企業が相手していますので、様々な国の企業とつながりがある。こちらのサプライチェーンのデータを用いて依存度というのを計算するわけですが、この第一階層の中でも取引額がそれぞれトップ10の企業、一つの銘柄に対して第一階層取引額の多い10社を集めてきます。これをそれぞれ企業の国別に比率を計算した上で
その後に地域別にアメリカ大陸、ヨーロッパ、そしてアジアと大きく3つに分けた地域ごとの集計を行います。そして日経平均構成の225銘柄でそれぞれデータを集計した後、親会社の業種別にどの業種がどの地域にサプライチェーン上依存度が高いかというのをまずは把握していきたいと思います。個別の銘柄に関してはその後ご紹介していきたいと思います。今ご説明した構図のもと、具体的にどんなデータを分析しているか簡単にご覧いただきますと、こんな風に縦軸には銘柄、そして横軸には国がたくさん並んでいて、ご覧いただいているのは中国比率の高いトップ15の銘柄ですけれども、日経平均225銘柄すべてで計算を行います。そしてサプライチェーン第一階層には取引額トップ10の銘柄を225社で全て集めてくると、国として29個登場するという形になっています。一番左の列には最も取引の盛んとなっているアメリカ、中ほどには中国、アジア、ヨーロッパの各国、さらにはその他としてアフリカ大陸の国も入っています。それでは今ご覧いただいたサプライチェーンのデータを地域別に集計して銘柄の業種ごとに依存度というのを計算してみますと、こちら海外比率の高い業種順にご覧いただいてますけれども、上からゴム製品、輸送用機器、精密機器という順番です。ただその内訳として地域別の比率をご覧いただきますと、中ほどアメリカ、ユーロ、アジア、そしてその他右4列ですね、こちらをご覧いただきますと、海外比率が高い業種といっても、例えばゴム製品の業種ですと、地域としてはアメリカがダントツに依存度が高い。中国が含まれるアジアの比率はそんなに高くなっていないという特徴がお分かりいただけます。そうすると比較的アジアの比率が高い業種はどこかご覧いただきますと、このあたりですね。電気機器や機械といった業種が代表として挙げられます。その他の業種も含めて、当初33業種海外比率の高い順番にご覧いただきますと、こちらです。先ほどご覧いただいたトピックスの平均的な海外売上比率 40% ということで、そこと比べるとだいぶ低い。ご覧いただいている下の方にある業種というのは、今回のテーマ、中国依存度という意味ではそんなに心配しなくていいような業種が並んでいるかと思います。それでは今ご覧いただいた業種ごとの地域別構成割合、売上高の比率ですけれども、このうちアジアの比率が高い順に並べ替えを行いますと、ご覧のようになります。そうすると一番上の工業、海外売上比率は半分の 50% 程度ですが、そのうちの約7割、36% がアジアに依存している形となっています。ただ中国が含まれるとはいえ、皆さんもご存知の通り、アジアで工業といえばオーストラリアを中心とする資源産出国が中心となっています。そうすると一番中国依存として注目していきたい業種というのは、アジア2番目に来ている電気機器、さらには下から2番目の機械といったところです。それでは業種についての比較をご覧いただいたところで、今度は個別の銘柄について見ていきたいと思います。その際に比較していきたいのは、まず各銘柄が出している有価証券報告書、あるいはその他決算書類から公表されている海外売上比率、これと今回当チャンネルが分析に使っているサプライチェーンのデータの海外依存度ですね。各企業が発表しているものを名目の海外比率、サプライチェーンデータを用いた今回の分析の新たな比率を実質の海外比率と表現します。この2つの乖離が極めて大きい場合は、投資家の目を欺いているんではないかということですね。ただ、注意点がそれぞれありまして、まず名目の海外比率に関しての注意点、ご留意いただきたいことは、そもそも有価証券報告書、決算書上で海外売上比率を公表しなければいけないというルールはありません。統一されたフォーマットで公表を指定されているのではなく、銘柄によっては地域別、はたまた国別という風に出している、あるいは全く載せていないという企業も存在します。そしてサプライチェーンデータの方で注意していただきたいのは、使用しているデータがその企業のサプライチェーンすべてを網羅できているわけではないという点ですね。ですので海外比率、ひいては中国依存度を計算するにあたって精緻な数字を出してくるというのは非常に困難なわけです。そのことをご留意いただいた上で、まずは企業側が自助努力で出している名目の中国依存率、これをご覧いただきますと、銘柄名業種、時価総額は10億円単位、そして依存率に関しては0から1の値を取ります。例えば一番上アドバンテストだと 0.86 ということで 86%、これが決算書上で出ている数値となっています。そうすると上から順番に
中国依存率の高い銘柄というのは、アドバンテスト、日東電工、村田製作所、太陽誘電と並んでいます。そして5番目にはインバウンド関連の資生堂なども入っていますね。そして業種のところをご覧いただきますと、電気機器や卸売、さらには機械といった企業が、先ほど日本製鋼所や SMC といった企業が出てきている。ただ圧倒的に大企業で多いのは電気機器というのがお分かりいただけます。ただこちらのデータというのは名目の中国依存率公表されているデータを単純に信用して使っているものですので、例えば Google で検索してみてもご覧のような銘柄が情報として手に入れられるかと思います。それだと今回の動画のテーマ、真の中国依存率という意味では不完全だということで、前回ご紹介した伊藤忠商事のように本当の中国への依存度というのを隠している可能性があるということですね。ということで、ここにサプライチェーンのデータというのを合わせて名目と実質で比較してみますと、こちら左から順番に銘柄名と業種、そして時価総額10億円単位、名目の中国依存率、そしてサプライチェーン SC 中国依存率ともに0から1の値を取ります。そしてこちらネガティブレート倍率ですけれども、こちらは実質の中国依存率から名目の数値を割った指標となっています。この指標で高い順番に並べているわけですけれども、これが何を意味するのかと言いますと、名目の中国依存率というのは企業が出している数値、そしてサプライチェーンのデータというのは今回当チャンネルで分析しているわけですが、これを割り算するということで1倍以上、つまり実質のサプライチェーン中国依存率が高い銘柄、この倍率が1倍以上になっているものというのは、企業が発表している名目の数字に実態が未反映となっている可能性が高いという企業、一方でこの数値が1倍未満となっている企業に関しては名目データが保守的、つまり企業が発表している数字というのがそれなりに信用に値してサプライチェーンのデータの方が網羅不完全の可能性が高いということですね。ですのでこの数値はでかければでかいほど投資家の目をいかに欺いているかというスコアの一種と考えてもらってもよろしいかと思います。そうすると一番上指さしているところが最も投資家の目を欺いている可能性の高い銘柄ですね。ダントツで一つ飛び抜けているのが伊藤忠商事。そこに続くのが住友化学、GS 湯浅ですけれども、このあたりでも2倍前後ということですね。つまり企業が発表している中国に対する依存率よりもサプライチェーンが倍ぐらい出ていますよという銘柄ですね。ただ例えば GS 湯浅や4番目の日本電気ガラス、5番目のヤマハ発動機、この辺の名目依存率というのをご覧いただきますと 30% から 40% の数字を発表しているということなので、そんなに一生懸命低い数字を出して投資家を欺こうというような意図はないようにも見受けられます。ただ企業が出している数字よりも思った以上に依存率が高めかもしれないという程度には投資家サイドとして捉えておく一個の価値があるかというデータですね。このあたりから 1.4 倍という倍率が続いて、順番に並んでいくとやはり業種としては電気機器の銘柄が多いわけですけれども、倍率1倍前後というところは銘柄数も多くなっていて、やはり企業が発表しているデータとサプライチェーンの分析というのがそれなりに整合性が取れているんではないかという実証になっています。そして今度1倍を割ってくるところだと企業側の発表数値の方が大きくなる。一方で実質のサプライチェーンの依存率というのが低くなっている。データが不足している可能性があるという銘柄たちですので、このあたりの銘柄に関しては企業が発表している数値を信用して保守的に運用を行えばいいかと思います。そしてなんでこんなにランキングを出したかというと、一番下が三菱商事の 0.53 倍というふうに出ているからですね。ということで今ご覧いただいたリスト、皆さんが投資している銘柄も多々含まれているかと思いますが、思ったよりも中国依存度が高い可能性がある倍率1倍を超えている銘柄というのがないかというのを一度チェックしてみてはいかがでしょうか。そして先ほどから電気機器という業種を何度か取り上げていますけれども、この業種が突出して中国依存度のデータが多いということですね。だったら中国経済の不安が払拭されるまでは電気機器の銘柄に対する投資をやめようと考えるわけではなく、業種の中での相対比較というふうに使っていただければと思います。例えば電気機器だけのデータというのを集めて倍率順に並べてみますと、こちら。この中だと GS 湯浅が
公表している数値以上に中国依存率が高い可能性があるという銘柄ですね。そこから NEC、スクリーンホールディングス、東京エレクトロンと順番に並びますけれども、この場合ですと、例えばちょうど真ん中アルプスアルパイン、ここが比較的中国依存度が低めで信用ができそうなデータだということで選びやすい。あるいは下から3番目、ミネベや三菱、こちらの銘柄に関しても同じような選びやすい銘柄かと思いますので、そういった使い方がよろしいかと思います。一方で下から2番目、村田製作所などは企業的には 50% 依存していると発表していますけれども、サプライチェーンのデータは 27% にとどまっており、この場合はサプライチェーンのデータが足りていないと考えて、企業が公表している数値を投資の判断に使っていただければと思います。そんな風にご覧いただいて、今回取り上げている対象というのは大企業ばかりですので、皆さんのポートフォリオの中心に据えられているような銘柄があったら、中国依存度が高くならないように、なるべく低くなるように銘柄の投資割合を変えていくというようなことを考えていただければと思います。あとこちらの業種、卸売業に関しては、いかにダントツにですね、一つの企業だけが中国依存率を隠蔽しようと考えているかというのが非常に明確にお分かりいただけると思います。商社という特質上、他の銘柄よりもサプライチェーンの階層を一つ二つと多めに深掘りしていかないとなかなか会社側が公表している数値に近づいていけないということで、倍率が最も悪い一番上の伊藤忠不商事、ここ以外の5つの商社に関しては、サプライチェーンのデータが不足する1倍以下の数値、もっと階層深掘りしていきたいなというところですね。ただ大きくかけ離れているわけではない。3番目の双日に至っては、中国依存率 34% と高い数字であるにもかかわらず、ちゃんと公表しているという企業ですね。あまり同じ銘柄にばかり買わない方がいいという情報も言い過ぎると、ご覧いただいている皆さんにとっても耳にタコができるかと思いますので、このあたりにしておいて本日の分析のまとめについて整理しておきますと、まず中国依存度の高い銘柄を避けたいという根本的な投資戦略、その中で名目、企業側が発表している中国依存度、これが低い銘柄、かつ実質のサプライチェーンのデータからも齟齬があまりない信用できる銘柄を選ぶというのが最も良い効果的な判断ですね。そこから依存度が高い銘柄というのもありますけれども、ちゃんと実態通り発表している銘柄が次に選ばれて、隠蔽倍率の高い銘柄というのはあまり選ばないようにしましょうというお話でした。そして先ほども業種ごとにご覧いただいて投資判断を行っていただければとご紹介しましたけれども、電気機器あるいは卸売業といったような中国依存度の高い銘柄が多い業種、その他にも機械というのが出てきましたけれども、その業種の中で相対比較して銘柄選別に使っていただければと思います。ということで皆さんの投資判断に少しでも役に立ったと感じていただければ高評価、チャンネル登録していただけますと幸いです。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。